コウイカはエギに対してすこぶる良好な反応を見せます。餌釣りとは異なり、エギングならフルキャストも安心して行えるため、釣り場の広大なポイントをスピーディーにチェックするには好都合な釣り方です。遠投性に加え、胴付き仕掛けを駆使することで、時に餌釣り以上の釣果を得ることも可能です。コウイカを本命に狙う方はもちろん、アオリイカを狙っているが、コウイカが釣れる方にとっても参考になる授業となります。本日の結論です。餌がたまるボトム狙い。本日の目次です。定性性が強いコウイカ。シーズンとフィールド。アオリイカ用タックルが流用可能。エギの揃え方。主なポイントは餌場。ポイントに合わせた仕掛けを使い分け。海底でアクションをつける。墨を履かせて取り込む。それではこの8つについて解説していきます。定性性が強いコウイカ。コウイカは本州中部より南に生息するコウイカ科のイカです。漢字でコウイカと書くように胴の部分にある石灰質の殻が甲羅のようになっているのが特徴です。地域によっては墨イカ、ハリイカなどとも呼ばれますが、これは吐き出す墨が濃厚で大量であることと、甲の先端が針のように尖っていることに起因します。コウイカは胴の部分が丸いため、泳ぐことは得意ではなく、生活範囲はほぼ海底付近になります。アオリイカなどと比較して定性性が強いイカだと言えます。また、沿岸性が強いのも特徴で、内湾の浅い海を好みます。寿命は1年で、産卵期は晩春から初夏の頃になります。浅場の海藻に卵を産みつけます。サイズはさほど大きくはならず、春の親イカでも同長 18cm から 25cm ほどであり、秋から冬にかけて同長 15cm から 20cm 級がアベレージサイズになります。餌の小魚をイカ掛け針にセットした胴付き仕掛けによる探り釣りが広く行われており、遊漁船では天矢にシャコなどをくくりつけたしゃくり釣りもポピュラーです。ただ、コウイカは餌への執着心と同じくらいエギなどの疑似針への反応が良いことから、現在はエギングで狙う人もとても多いです。当然のことながら、エギングなら餌の調達は不要です。また、アオリイカ同様のエギング重宝のみならず、餌釣り風の胴付き仕掛けを取り入れることで、様々なポイントを攻略することが可能になります。エギングでは餌釣りと異なり、誘って抱かせるのが醍醐味になります。仕掛けを積極的に動かして誘わなければ当たりは出ません。その反面、ヒットパターンを見つければ連続ヒットが味わえます。その手軽さと対応力の高さがエギングの人気の理由と言えます。なお、コウイカの仲間にはモンゴウイカやシリアケイカもいます。モンゴウイカは同じく定性性が強く、コウイカ狙いのエギを抱いてきます。最大で同長 30cm、1.5kg にまで成長します。コウイカ狙いのエギングで、これらも釣ることができ、いずれも食べて美味しい、嬉しいゲストになります。シーズンとフィールド。コウイカ釣りのシーズンは、新子が成長して同長 15cm 以上になる秋以降の9月から12月にかけてと、産卵を控えて親イカが接岸してくる春から初夏にかけての3月から6月が高シーズンとなります。親イカは産卵後死んでしまい、他の生物の餌となってしまいます。コウイカ釣り場でコウイカの殻がぷかぷかと水面に漂うようになると、ノッコミシーズンは終盤を迎えたと言っていいでしょう。また、大きな河川が隣接するフィールドでは、梅雨入りによって増水、河川の濁りが回り始めたら、ノッコミシーズンは終了となります。コウイカの主な釣り場は、干潟エリアを含めた内湾の浅い海になります。底質は砂泥地のエリアがいいです。これは、コウイカは危険を感じると、海底に潜って避難する習性があることと、比較的潮流が穏やかな海域を好むことが理由です。また、アオリイカよりも内湾性が強いため、身近にある小さな漁港や埠頭も
コウイカの好釣り場となり得ます。逆に外洋に面したところや潮流が速いところではコウイカがいる場合とそうでない場合がはっきりしている傾向があります。具体的なフィールドとしては漁港、埠頭、小磯、干潟にある護岸などになります。特にベイトフィッシュ、餌となる小魚がたまりやすい漁港は秋の好釣り場です。多少水深が浅くても沖向きにキャストして狙うことが可能です。足元から水深がある埠頭は秋以降も良いのですが、特に春の産卵期のポイントとして有望です。長期が伸びた年には6月の梅雨入り前まで釣れ続くことがあります。足元のみでも十分に狙えるフィールドです。小磯も春、秋ともに狙えます。コウイカ狙いで入る人が少ないため、ベイトフィッシュが接岸するタイミングに当たれば2桁釣りも珍しくありません。砂泥底にある小磯は重点的に探ってみましょう。干潟エリアでは護岸や突堤など少しでも周囲よりも水深があるところを探すのが鍵です。遠投が必要になるため餌釣りでは探りづらく、アオリガが釣れないエリアではエギングをする人もいません。そのためほぼ竿抜け状態になっていることも多いです。春、秋のコウイカシーズンにぜひともチェックしてみたいところです。コウイカのエギングが有効なフィールドのまとめです。漁港、コウイカ釣りの定番フィールドです。堤防上に墨跡が見られるところは実績も十分です。潮流のよれができやすい堤防の外向きや先端付近が有望ですが、足元から水深が深いところでは内向きもいいです。港内の透明度は低い方が望ましいです。埠頭、大型船が停泊できる水深6メートル以上の埠頭が狙い目です。特に足元の捨て石に泥がかぶっていないところは海藻が繁茂しやすく、春の乗っ込みポイントにもなります。沖は平坦な砂泥地底であることが多いので、遠投して広く探ることが肝要です。小磯、小磯は今後さらに開拓されていくフィールドです。アオリイカの実績がない小磯は釣り人も入らないため、コウイカ狙いに関しては手つかずであることが多いです。特に潮通しの良い海底が砂泥地底である小磯は実績がなくてもチェックしてみましょう。干潟の護岸、干満の潮位差が大きい地域では干潮時に海底がうっすらと見えるところでも満潮時になれば高ポイントになることがあります。ただし少しでも深いところを狙いたいので護岸されているところがおすすめです。秋の新子のシーズンがベストです。アオリイカ用タックルが流用可能。コウイカのエギング専用ロッドというものはないので、アオリイカ用のエギングタックルを流用するのが一般的です。ただ、使用するエギが単体の場合で3号から 3.5 号、ディープタイプも含む。2号から 2.5 号のエギを使用する場合は、2号から4号、約 7.5g から 15g の重りを外付けすることが多いので、ロッドのパワーレンジとしては 3.5 号エギをフルキャストできるものが望ましいです。ディープタイプやティップラン用のエギをキャストするならさらにパワーが必要ですが、あまりガチガチのロッドでは長手にかけます。これらのエギをキャストする場合はロッドに負担がかからないようにふわりとキャストするぐらいがいいです。どうしてもフルキャストしたいのなら4号エギがフルキャストできるくらいのパワーロッドが必要になります。リールはこれらのロッドとバランスが取れるものを選びましょう。ルアー、エギング用なら2500番が最適です。重量が軽く、巻き上げ力が強く、ハンドルの回転がスムーズなものを選びましょう。ラインはボトム付近を釣ることが多いため、ボトム感知能力と当たり感度の良さから PE ラインがおすすめです。ただし 0.65 以下になると根ずれによってラインが傷みやすいので 0.85 以上を選びましょう。リーダーはフロロカーボン製の2号が安心して使える太さになります。なお感度は悪くなりますが、3号程度のナイロンをメインラインに使用することもできます。
リーダーを結節する必要がなく、根ずれもあまり気にしなくていいので、初心者にはおすすめです。エギングの仕掛けは大きく2つに分けられます。1つはエギのみを使用するノーマルエギングと、補助用の重りをステイトを介して装着する胴付きエギングです。胴付き仕掛けの場合、PE ラインを直接親子サルカンに結んでも問題ありませんが、リーダーをセットしておくとノーマルエギングへの移行がスムーズになります。エギングのタックルのまとめです。タックルはアオリイカのエギング用を流用すればいいです。パワー的には3号から4号エギ対応のものが使いやすく、長さは8フィートから9フィートクラスが標準です。リールはダイワ、シマノともルアー用の2500番が適用します。ラインは PE ライン 0.8 号に2号のフロロカーボンリーダーを結節します。伸びの少ないラインを使うことで当たり感度がアップし、エギのアクションのキレも良くなります。コウイカのサイズを考えるとオーバーパワー気味のラインシステムになります。ボトム付近を釣るために目に見えない傷がつきやすくなります。3.5 号エギ対応の8フィート6インチ、3号エギ対応の8フィート3インチのインナーガイドロッド。ガイドのタイプはどちらでも問題ありませんが、インナーガイドロッドは足元に落とし込んでしゃくる場合でもトップガイドにラインが絡まないメリットがあります。胴付き仕掛けに必要なパーツのまとめです。接続具、エギの枝スとステイトを結ぶ親子サルカン10号と小さめのスナップ1番、スナップを使うことでエギの交換がスムーズに行えます。ステイト、親子サルカンから重りまで約 50cm のハリスで結びます。フロロカーボンリーダーやエギからの枝スの2号よりも細めの 1.5 号から 1.75 号を使用します。重り、捨て重りには缶付きナス型重りを使用します。根がかりが少なく海底を感知する感度も良好です。2号約 7.5g から4号約 15g を揃えておきましょう。あると便利なツールを紹介します。プライヤー、シャープナー。海底を狙うコウイカ釣りではエギが傷みやすいので、エギの補修にどちらも必要です。曲がったカンナはプライヤーで伸ばし、シャープナーで針を研ぐことができます。締め具、ブラシ。コウイカもアオリイカ同様、目の間に締め具のピンを突き立てて息締めします。コウイカは墨を多く吐くので、汚れ落としにエギ用ブラシは必須です。立ちばさみ。墨まみれのコウイカは持ちたくないですよね。しかし通常の魚ばさみではつかみにくいです。そこでタチウオ用の魚ばさみの出番です。イカが滑らずつかみやすいです。エギの揃え方。これからコウイカエギングを始めるにあたって最初に揃えるべきエギはノーマルタイプのエギです。胴付き仕掛けを使わないなら3号と 3.5 号になります。胴付き仕掛けにも使うなら 2.5 号と食いしぶり用に2号も加えておきましょう。胴付き仕掛け用のエギスってもありますが、これはバリエーションの一つと考えればよく、ノーマルタイプのエギだけでも対応できます。ノーマルエギングのみで急潮流や深場にも対応したいというのならば、ディープタイプやティップラン用のエギをラインナップに加えるといいでしょう。ティップラン用のエギはヘビーウェイトであるという特徴の他に、ラインアイの位置がヘッド上部の背中側にあるため、しゃくり上げたりずる引きしたりしても浮き上がりにくいというメリットがあります。ここではいろいろなエギを紹介していますが、それらすべてがなければ釣りにならないというわけではありません。胴付き仕掛けをメインにするため 2.5 号しか使わないという人もいますし、ノーマルエギングで楽しむためにアオリイカ用の3号から 3.5 号のみで賄う人も多いです。初心者はいたずらにエギの種類を増やすより3号前後のノーマルタイプを使いこなすことから始めてみましょう。カラーは定番のオレンジもしくはピンクを必ず用意し、あとは好みで選べば大丈夫です。コウイカ狙いに有効なエギのまとめです。
ノーマルタイプ。アオリイカ用のエギ2号、2.5 号は単体では軽いので胴付き仕掛けにセットします。単体で使用する場合は3号が標準です。3.5 号は大型狙い。基本的にコウイカには小さめのエギが有効です。ディープタイプ。エギにはディープタイプと呼ばれるものがあります。同じ号数でもウェイトが若干重く設定されているので、潮流の速いところや水深が深いところでもボトムを取りやすいです。ノーマルタイプの単体使用で対応しきれないときに使ってみましょう。ティップラン用。船からのエギング重宝の一つ、ティップランで使われる専用のエギがあります。3号で 25g、3.5 号で 30g 前後とヘビーウェイト仕様なのが特徴です。円筒が効き、ラインアイがヘッド上部にあるので、アクションさせた時に海底から離れにくくなります。胴付き仕掛け用のエギスッテ。胴付き仕掛け用の重りがないタイプのエギです。サイズは 2.5 号から3号前後でカンナが大きめです。通常のエギシェイプのもの以外にウェイト内蔵タイプのものもあります。比重的には水中に漂うサスペンドタイプが主流です。揃えておきたいカラーのまとめです。アピールカラー。コウイカは色の見分けはできませんが、コントラストの感知力は高いです。エギを目立たせるには水色と反対色、補色を選びましょう。青っぽい水色ならピンク、緑っぽい水色ならオレンジ、暗い水域なら白というイメージです。夜釣りにはグロー、夜光カラーも有効です。ベイトカラー。基本的にエギは目立たせない方が良いのですが、コウイカがベイトフィッシュを追って回遊してきた場合には、ベイトフィッシュをイミテートしたカラーが有効です。特にボディの乱反射によるフラッシング効果が期待できるカラーは日中に効果的です。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。